今回の動画では近日中に開催されることが予想されるイベント、サイドストーリーマリアニアールと同時に実装されるオペレーター。必要のない戦闘はなるべく避けましょ狙撃オペレーターアオスタの紹介及び概説を行っていきます。こんにちはドクター。僕はアオスタです。先日は僕たち3人を助けていただきありがとうございました。もしよければしばらくここで働かせてください。アオスタはキアーベ・アオスタ・ブローカからなるキアーベ一味の一人で、キアーベ一味となる前はシラクーザのとあるファミリーに所属していました。性格は慎重に慎重を期するタイプで、キアーベ一味のトップであるキアーベとは真反対であり、否定的な評価をすれば心配性とも言えるほどで、非常に思慮深く、ある程度見据えることができなければ大きな動きを見せることはない人物です。一方でそれゆえにキアーベはアオスタの考えには基本的には全面的に信頼をしており、キアーベは直感的に思い立ったことであっても、一度アオスタの意見を通してからブローカと暴れ回るということが多く、アオスタはキアーベ一味の参謀としての役回りが多くなっています。そのため、キアーベの尻拭いをするのもアオスタであることが多く、苦労していることも多い様子。ただ、彼自身はキアーベの振る舞いには苦労している一方で、キアーベに嫌気がさしているという様子はなく、彼なりに現状を楽しんではいるようです。一方で、自分たちがここまで生き残れてきたのは本当に運が良かったというセリフや、こんな生活は本当に僕たちに似合っているのかというようなセリフがあることから、慎重な性格も相まって現状に対してはやや悲観的な考えを持っています。アオスタはもともとは公務員を目指していたということや、堅実に生活している人を尊敬している様子から、現在の刹那的な生き方からは脱却したいと考えているのかもしれません。そのためか、ロドス加入後はロドスに対して比較的肯定的な意見を持っているようで、自分の求めていた生き方をロドスでなら見つけられるかもしれないとも考えているようです。また、シラクーザのことをキアーベ一味の中では最も理解をしている人物でもあるので、ファミリーがシラクーザの公的機関を全て牛耳っているということや、表立ってのファミリー同士の交戦がまかり通っていることに対して、普通ではないと考えていることもロドスへの肯定的な考えに拍車をかけているものと思われます。キアーベ一味といえば、グローバル版では紹介されていませんが、それぞれが特定のものの制作を得意としており、例えばブローカであれば土木作業や電気工事を、キアーベであれば自動車の整備や改造、電気製品にも造形があります。当然、アオスタもものづくりが得意で、アオスタは主にハンドメイドといった細かい製作を得意としているとのこと。その腕前はかなりのもののようで、一度その目で見ることさえすれば、簡単な折り紙から複雑な裁縫まで、そつなくこなしてしまうとのこと。ロドスは専任の裁縫師が存在していないため、アオスタは特に女性オペレーターからは熱烈な歓迎を受けており、任務外でも引っ張りだこだそうです。セリフの一部にはドクターに自分がハンドメイドショップを開いたらどう思うかと聞いているので、アオスタは制作依頼のせいで常に忙しいという状況ではあるようですが、現状の多忙さにはまんざらでもないようです。ちなみに、キアーベ一味の武器や服は自分たちでデザインして作ったとのことなので、アオスタたちが着ている服はアオスタが裁縫をして作ったのかもしれません。アオスタのモチーフとなっている生物についてですが、現状でははっきりとしていません。理由としては、小心2のイラストで描かれているモチーフらしき生物が、他のオペレーターと比べるとかなり抽象的なものとなっているためです。このモチーフらしき生物のイラストが抽象的という特徴はキアーベ一味全体に共通しており、キアーベは赤キツネ、ブローカは虎の類だとはされていますが、どちらも詳細な種が何なのかは分かっていません。ですので、アオスタのモチーフとなっている生物もあくまでも推測の段階にはなりますが、アオスタという実在するイタリアの地名をコードネームにしていることや、出身がシラクーザということ、髪や尾の色などから、モチーフとなっている生物はイタリアオオカミかと思われます。イタリアオオカミは以前はシチリア島を含めたイタリア半島の広範囲にいたようですが、乱獲などの影響で数は大幅に減少。
一時は個体数が100頭以下まで落ち込みました。それにより、シチリア島などからはイタリアオオカミは姿を消し、現在は数は700頭程度までは回復したものの、それでも依然としてレッドリストにおける絶滅の危険性が高い種を意味する危急種にカテゴライズされており、未だ予断を許さない状況となっています。ロドスでなら、もしかすると僕がずっと探し求めていた生き方が見つかるかもしれません。ドクター、僕が館内でハンドメイドショップを開くとしたらどう思いますか？アオスタはイグゼキュターと同じ単射程範囲型の狙撃オペレーターで、攻撃範囲は狭いながらも攻撃範囲内の敵すべてを同時に攻撃することができるため、近い距離にいる複数の敵の殲滅を得意としています。ブロック数やコストなどの基本ステータスはイグゼキュターとの違いはなく、非常に高い配置コストと遅い攻撃速度が特徴となっており、特性の効果に関してもイグゼキュターと同じく近距離殲滅に特化したものとなっています。HP や攻撃力などのステータスに関してもイグゼキュターと大きな違いはなく、この類のオペレーターはこのステータスがスタンダードになるものと思われます。より詳細に見ればアオスタの方が HP と防御力が高いため、わずかながら耐久力は高くなっていますが、ほぼ誤差のレベルとなっており、攻撃力に関してもイグゼキュターの方がわずかに高いですが、実戦において攻撃力の数値から差異を感じることはほぼないでしょう。いずれにせよ、遠距離オペレーターとしてはかなり高い耐久力を持ち合わせているので、サポートさえちゃんとしていれば、並大抵の攻撃ではすぐ沈んでしまうということはほぼありません。素質、シャープネイルはアオスタがブロックされていない敵を攻撃した際、その敵に出血状態を付与し、3秒間の間、毎秒攻撃力の一定の術ダメージを与えるという効果を持ちます。性質としてはアズリウスやソーンズの中毒状態に近いものとなっていますが、中毒状態は固定ダメージとなっている一方で、出血状態は攻撃力に比例したダメージとなっているので、ダメージの上限値は出血状態の方が高くなっています。なお、アオスタ実装時点では出血状態を付与するオペレーターはアオスタのみとなっているので、出血効果が他のオペレーターと重複し無効化されるということは現時点ではありません。ただ、やはり問題点は、ブロックされていない敵にしか、この出血状態が付与されないということで、攻撃範囲が狙撃オペレーターの中ではかなり狭いアオスタとは、非常に相性が悪い効果となってしまっています。アオスタを配置するのに理想な場所などを鑑みても、そのまま使うだけでは、ブロックされていない敵を攻撃する方が稀で、素質を発動させないのであれば、敵の防御力を一定数無視するイグゼキュターの方が、基本的にはダメージが大きくなってしまいます。そのため、アオスタを使用するのであれば、原則補助といった、ブロックなしでアオスタの攻撃範囲内に敵を長く留まらせる工夫が必要となります。逆に言えば、敵を長く留まらせる環境を構築できるのであれば、イグゼキュター以上の殲滅力を発揮することができるオペレーターです。アオスタの潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス26、素質強化、コストマイナス1となっており、アオスタの火力を強化する攻撃力強化と素質強化は可能であれば取っておきたいところ。特に5段階目の素質強化を獲得すればスキル2の DPS は 5% ほど上昇するので、アオスタを殲滅の中心メンバーにするのであれば目指してみるのもいいでしょう。ただ、6段階目に関してはそもそもの配置コストが高く、コストをマイナス1されても焼け石に水なので、わざわざ狙う必要はないかと思います。スキル1、迅速攻撃ガンマは、アンドレアナやスカジ、バグパイプなども所持している汎用スキルで、スキル発動中、アオスタの攻撃力と攻撃速度を上昇させるスキルとなっています。アオスタの弱点の一つである攻撃速度の遅さをカバーし、攻撃力も上昇させる効果となっているため、素質によるダメージ上昇も期待できます。全体的にアオスタの性能とうまく調和が取れているスキルと言えるでしょう。スキル1の火力と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっており、
総ダメージという点で言えば、素質が発動しなくても、エグゼキュターのフルチョークを上回る数値となっています。ただ、フルチョークは一発ごとのダメージが非常に高い上、エグゼキュターは素質により敵の防御力を最大で175無視するため、実際に運用する際には、アオスタの素質効果のしでは、エグゼキュターの方がダメージを叩き出すという場面が多くなるでしょう。一方で、アオスタの素質効果を発動する環境を構築してあげれば、素質によるダメージは術ダメージなので、実耐性が低い相手であれば、アオスタはエグゼキュターよりも高いダメージを叩き出すことができます。総じて手間暇さえかけてあげれば火力が上がるというのがスキル1の特徴となっており、短期での火力はそこまで特徴的なものというわけではありません。しかし、後述するスキル2と比べるとスキルの発動サイクルが短く、攻撃間隔も短くなっているため、手軽にスキルを発動させることができ、敵を逃しづらくなっています。そのため、高レアのオペレーターとしては珍しく、スキル1も運用する機会が何気にあるというのが、アオスタの一つの特徴にはなっています。ただ、特化によるスキルの強化率は、要求される素材に見合っているものではないので、よほど素材に余裕があるというわけではない限りは、スキルレベルは7のままで据え置くことをお勧めします。スキル2、シャドウネイルは、アオスタの攻撃間隔を延長し、攻撃力を強化。さらに、攻撃をした対象すべてに一定時間のバインドを付与し、素質によるダメージを2倍にするというスキル。攻撃間隔が大幅に伸びる代わりに、一撃の重さを重視したスキルとなっており、特に素質の出血効果による術ダメージの強化に重点を置いたスキルと言えます。そのため、このスキルを使用する際は、スキル1以上に敵をブロックしないことが求められ、あらゆる方法を用いて敵をとどまらせ、出血を付与していくことが重要となります。逆に言えば、出血を付与できなければ、攻撃速度の大幅な鈍化により、火力は大きくダウンしてしまうことを意味し、結果的にはスキル1よりも火力が下がってしまったということになりがちなので、かなり玄人向けなスキルにはなっています。スキル2の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、スキル火力はエグゼキュターの終焉の旅路よりも高くなっている一方で、スキル DPS はかなり下回っているという攻撃速度低下の影響を直に受けた数値となっています。また、上記の表には記載していませんが、スキル発動中に攻撃可能な回数は特化3であっても8回しかないため、一直線に並んで進行してくるような敵や移動速度の速い敵を次々と倒すというのはかなり苦手としています。一方で、攻撃範囲内の敵すべてを攻撃という特性から固まっている敵を一網打尽にするのは非常に得意としており、スキル2の火力を最大限に発揮するには、敵をいかにコントロールするかが重要です。自身のスキルによるバインド効果もあるため、ある程度は敵をとどまらせることはできますが、攻撃速度の関係上、アオスタ単体では敵をとどまらせ続けるということはかなり厳しいでしょう。それゆえに、スキル1以上に味方によるサポートが必要となるスキルであり、一言で言えば非常に面倒くさいスキルにはなっています。ただ、うまく運用することができれば、雑魚敵の集団や高防御力な敵問わず、一網打尽にすることができるので、爽快感のあるスキルであるとも言えます。以上のことから、運用や特化に必要な素材、上昇率を鑑みて、スキルレベルは、7で据え置くか、上昇率が他の特化よりも高い、特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。アオスタの基地スキルは、どちらも加工書に関するものとなっており、一つ目は、体力消費が4以上の昇進素材を加工する際の体力消費をマイナス1するというもので、もう一つは、エステル系の素材を加工する際の副産物入手確率をプラス 90% するというものになっています。現状、両方の効果が発動する素材は上級エステルしか存在しておらず、中級以下のエステル素材生産時は副産物入手確率プラス 90% のみが発動することとなります。その他の昇進素材については、体力消費マイナス1が発動するかしないか程度となっており、エステルの加工要因としてためだけに星5の昇進素材を消費するのは重いので、基地スキルのためだけにアオスタを昇進させることはお勧めできません。それでは実際にアオスタを使用していきます。
アオスタのステータスは昇進2のレベル45、スキル2のレベル7となります。今回使用するステージは6の3で、アオスタの素質を最大限に活用するため、極力ブロックはしない形で敵を殲滅していきます。やってみましょう。うわ、本気で行くよ。ここが戦場。準備完了。ブロックされていない敵がアオスタの攻撃を受けた際はこのように出血のエフェクトが表示され徐々にダメージを受けていきます。出血は3秒間となっており、アオスタの通常攻撃の間隔は 2.3 秒となっているので、ブロックをせずアオスタが対象を攻撃し続ける限りは出血状態は継続します。ドクター、おべ。スキル発動後は攻撃相手にバインドを付与するようになり、さらに出血のダメージを2倍にします。また攻撃力も上昇しているため、前方横一列の敵に対しては一発1700前後のダメージを叩き出しており、出血ダメージも相まってかなり高いダメージを与えています。ええ、そこに立つべきじゃなかったわね。すべての敵を排除したわ。アオスタは手軽に高い殲滅力を出せるエグゼキュターと比べると、主に減速方面での様々なサポートが必要になるということや、ブロックをしないという環境を構築する必要があるため、かなり癖のあるオペレーターとなっています。ただ、その環境さえ用意してやれば殲滅力は十分にあり、既成兵といった接敵する前に殲滅をしておきたいような敵に対しては、減速補助などと協力することでほぼ一方的に倒すことも可能です。ですが問題は強敵の殲滅に特化したスキルには一度に大量に現れる雑魚敵の殲滅には適していないということで、スキルの発動時間と発動に必要な SP がかなりネックにはなってしまっています。単発手動発動スキルであれば状況によって発動タイミングを切り分けることで臨機応変に対応することができたのですが、全体的に欲しい性能でまとまってしまっていると言わざるを得ません。ですので育成の優先度は特にオペレーターの実装速度が加速している現状では、性能面で見るのであれば育成は後回しにしてしまっても構わないでしょう。以上でアオスタの紹介及び概説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ドクター、ハンドメイドに興味ありますか？実は僕たち3人の武器や服は全て自分たちでデザインして手作りしたものなんです。もしそういうのが好きなら
一緒にやってみませんか？